大きなお祭りになってきたっていう面はありますね。これは大変なんだけどアートに行き着いたところ、時のまた面白さっていうか嬉しさは格別なんですね。そうですよね。よく言えば体験してっていうことだけど苦労して来てくれと言ってるようなもんですね芸術祭っていうのは。フラムさんが面白いから芸術祭が面白くなってるってことになっちゃいますよね。まあ僕は面白がってやってます。大変だけど。さて今回の講座ではゲストとしてアートディレクターの北川フラムさんを、招かせていただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では紹介お願いします。はい、北川フラムさんです。新潟県ご出身でいらっしゃいます。1982年株式会社アートフロントギャラリーを設立され、その後数多くの展覧会企画、アーティストのマネジメントを行う一方、アートによる地域づくりの実践として第一の芸術祭、越後妻有アートトリエンナーレ、瀬戸内国際芸術祭など多くの芸術祭で総合ディレクターを務められています。2003年にフランス芸術文化勲章シュバリエ、ポーランド文化勲章、2012年にオーストラリア名誉勲章オフィサー、また2018年度文化功労者に選ばれるなど、その活動は世界的にも広く認められています。日本における芸術祭の第一人者でいらっしゃいます。もうここ数年ですよね、日本中にその芸術祭的なものがどんどんなんか増えてってるような印象もありますし、まあ僕は個人的には2016年にその瀬戸内国際芸術祭で「イーナ・サイレント・ウェイ」という作品でお世話になったんですけれども、そもそも芸術祭とは何なのかというところからお聞かせ願えればなと思います。芸術祭的なものは海外でやっていて、ただこれはアートフェアなんですね。いろいろな作家の作品を出すというような形で総合的な展覧会っていう要素が多かったんですね。あともう一つ場所に少し関わっていく展覧会ってあって、大きいのはベニスはアートフェアの要素もあるけれども地域と関わっているというのがありました。で日本でどうやろうかという時にアートフェアとはちょっと違う形で影響を受けているのはドイツのミュンスターとかカッセルのドキュメントなんですが、それは街と非常に深く関わっている。だから日本の場合はアートフェア的じゃなくて、やっぱり地域が元気になるための地域にこう寄り添うというか、そういう形で発展してきた。そのいわゆるヨーロッパでやってたようなものに関して言うと、そのアートフェアの側面があるものと地域密着のものが2つあって、それをフラムさんは地域密着の方を選択されて、それが今また独自の発展を日本の中で遂げているということですね。田舎の面白さっていうものを現代美術が関わって何か見せれないかというふうに思ったんですね。アーティストはその場所に行って直感的にこの土地はなんか雪が深いからなんか大変だなとか、あるいは土砂崩れの跡を棚田にしているのでこれはすごいなとか、いろんなことを直感的に思う。そういう場所でやる作品っていうのは美術館とかギャラリーと違ってやっぱり場所との格闘が多いわけですね。でこれがすごく現代美術にとって面白いんじゃないか。日本でも今150ぐらいが地域芸術祭をやってます。これがあれ、そっか、すごいですね。芸術祭47都道府県で考えても、日本だけじゃなくてアジアにものすごい広がりだした。それが今少しずつ世界的にも地域を元気にするためにいいんじゃないかというふうになってきて、だから日本型の芸術祭っていうのは本当に独自なものになってきましたね。そうなんですね。その日本の中でその独自に発展していったというその、なんていうんですか、その質感っていうのはどういうところにあるんですか。そうですね。日本は海岸線は世界で6番目に長い。四季があるっていうのは決定的だし、山がものすごく多いと。だから一つ一つが独自の生活をしてきた。でそれがやっぱりその都市に全部集約できないっていう部分が今も残ってて、都市は一歩出ればそういう大変だし、田舎はもっといろいろな意味で複雑ですね。そういう場所にアートが効くんじゃないかと、そういうふうなことの美術の可能性
一つの大きな流れができ始めてきてるかもしれない。それで、ありがたいことにこの間亡くなったボルタンスキーとか、そのロシアのイリア・カバコフとかスーパースターが越後妻有とか瀬戸内に来られて、非常に面白い作品を作り出した。でこれは一種パブリックなアートですから、いろんな人が見れるわけですね。だから美術館だと5万人10万人行くのは大変なことだけど、その田舎での芸術祭だと作品もあるんだけど、里山見たいとか島に渡りたいとか、そこの人たちと話したいとか、料理も食べたいとか、総合的なものとして日本の場合の芸術祭っていうのができてきて、だから旅とかなり結びついてる。で子供連れで来ても楽しいとかいう形で一般化されていったっていう要素はありますね。それでなんとなく芸術祭っていうようになったり、日本の場合はツアー型と言われたり、そういうふうな言われ方をしだしたということがありますね。それぞれの地域でその芸術祭というものを起こすっていう、その場所の人たちの考え方からしても独自性というかアイデンティティというか、そういうものをやっぱりこう自分たちでこう提案したい、提示したいという欲求がやはりそれぞれの場所にあるという本当にそうでモチベーションがあるっていうことなんですね。そっち行くとどっかのおばちゃんがこういうのあるよとかね、言ったり、これはこういうふうに草は切った方がいいとか、その材料をいろいろ提供したり、いろんな形で関わってくる。でこれがアーティストにとっては結構面白いんですね。ダンサーとか演劇の人とかもやりたがるっていう意味で非常に広がってきて、だから3年に1回って結構みんな楽しみにしだしちゃったっていうんで、大きなお祭りになってきたっていう面はありますね。普段アーティストの方って自分との対話しかしない世界で何十年とやっていかれる方が多い中で、初めて行く場所で初めて地元の方に会って、そのやり取りの中から生まれてくる作品っていう、確かにそういう面白さが越後妻有とかも作品拝見して、やっぱり普段美術館の箱の中で見るのとは雰囲気が違う作品が多いなっていうのは、そういう背景からなんですね。この7月14日に亡くなったフランスのボルタンスキーっていうアーティストは、2000年の1回目の第一の芸術祭に来られたんですね。それで河川敷に来て、ボルタンスキーはこういうの用意しててくれとかいろいろ言ってたわけですが、そこに立った時に自分の考えてることとだいぶ違うと思ったわけですね。でそれは普通だったらちょっと大変なことなんだけど、うーっとうなって、それは1分か20分か忘れましたけども、こう止まっちゃった。だけどよく知らない主にお母さんたちでしたけれども、なんか大スターが来ると、みんなじっと見てるわけですね。自分たちも手伝わなきゃいけないと。でそれを見た時にやっぱり普通とは違う形でこれをこうしようと。白いリネンっていう作品なんですが、ものを全部等間隔にワイヤーを100本近く張って畑の上に吊るすだっていう案を出し始めたんですね。でこれを一生懸命お母さんたちとやるわけですが、やっぱり変わっていくんですね、やりながら。それはやっぱり人のいろいろな期待とか、その土地っていう中で変わっていく。それ以来20年間ボルタンスキーは毎回芸術祭に参加してくださってますが、明るくなっていくんですね、作品が。イコール彼自身の中身っていうことですかね。やっぱり変わるんですね、アーティストも。越後妻有は結構その自然の中にこう作られた作品、スカルプチャーとかも多いじゃないですか。もちろん直島も多いと思うんですが、やっぱり発見の仕方っていうか、自分自身とのその向き合い方がやっぱホワイトキューブで見るその向き合い方とは全く違う。その自然の中にやっぱり歴史とか生活の時間も入ってきてるんですね。それを感じるとやっぱホワイトキューブとは全然違った作品になってくるっていうところがあって、それがアーティストも同じようにそれがその溶け合っていくっていうことなんですよね。そことやっぱりいいアーティストにその田舎に行ってもらってやってもらいたいと、いいアーティストがこの越後妻有なり瀬戸内の島でやるのを見たいっていう気持ちはありますね。でそういう舞台なり場面があった場合にいろんなことを感じながら出てくるものってやっぱりそれはギャラリーでやるよりは面白い作品はできると思ってる、そういうところもありますね。だからそれぞれ地方のその
色というか多様的な色っていうのは絶対にあると思うんですけど、そのやっぱ場所のチョイスの仕方もとても大事になってくるっていう考え方もありますよね。人が住んでいて長い歴史がある、で今は相当厳しいというところほど大変だけど面白いものが生まれる可能性はあると思ってますね。そうね、だから今経済的にも厳しかったりとか人口も減っているようなところというのは、昔からある歴史だったりとか文化みたいなものがそのまま潰されずに保存されてるっていう考え方になりますよね。だから逆にそういう場所ほど魅力的に映るとか、そこにアーティストを招くことによってなんかこうやっぱり見えてくるその景色というもののそのなんか距離感とか方向性のダイレクトの感じが違うのかなっていう感じはあります。でも田舎の厳しい集落の人はこう絶対的な何か何とも言えない寂しさっていうとちょっと変だけども、そういう中にいる中にこう人が入っていくと、アーティストもやっぱりもうちょっと深くっていうか、やっぱり緊張した作品を作れますね。でボルタンスキーはその最終的に学校の3階にはアクリルケースの中に白い布が光ってるたくさんあるんですが、それってやっぱり雪の中で亡くなっていく人のイメージなんですね。普通のお墓とかそういうのである何かをもっと超えたこう白い世界の中に物がいるみたいな感じがあって、僕はすごく好きなんだけど、何か突き抜けた僕には想像できない気持ちと重なったところに入れて面白い作品ができていくのかもしれない、そんな感じがして、やっぱりそれを鑑賞する見させていただく受け手側も実際に例えば越後妻有って現地の自然風景の中を車で走って通り抜けてあそこにたどり着いて拝見すると、多分気候とか香りとか今まで見たものによって全然また違って見えてくるとか、そうだと思います。ボルタンスキーもそれをやるにあたって真冬に行きたいって言ってきた。でその学校へ入るために3メートルの雪をみんなで雪かきをして入らないといけない。そこの土地は世界でも有数な豪雪地帯だから、その一番すごい時に行きたいとボルタンスキーは言って、そういうふうなことがありましたね。さっきのその旅とかツアーっていうその自分でそこに赴いて、その自分の足でそこに向かってそこで作品を見るっていう、そこまでの童貞までもが多分その作品に関わってきますよね。そうですね。それが重要で、行くところまで遠いとかあるいは暑いとか、その足に帰ってくるこう土の感触とか、頬を渡る風とか草木の匂いとか、五感全体に関わっていってそこにたどり着くわけですね。だから旅っていうのに含まれるいろんなこと、それもなかなか便利なわけじゃないわけですから、そういう面白さは結構あると思いますね、その田舎の芸術祭に関しては。その越後妻有でいうと300キロぐらい1日で乗るんですよ。いろんな人たちはそれをこうたどりながら考えながら来るわけだから、これは大変なんだけどアートに行き着いたところ、時のまた面白さっていうか嬉しさは格別なんですね。そうですよね。よく言えば体験してっていうことだけど、苦労して来てくれと言ってるようなもんですね、芸術祭っていうのは。お写真何枚か持ってきていただいてて、森山さんが講演された時の、これは瀬戸内ですよね。瀬戸内ですね。直島の、これはチェルフィッチというその、ユニットをその主催している岡田俊樹さんという方と一緒に作らせていただいた作品なんですけど、これも芸術祭の中の期間でやられたんです、そうですね。今まさしくお話しさせていただいたようなことをいわゆるこう言語化演劇化したような作品で、縁のはるばる都会からその風を受けてその瀬戸内のもやとか霞を見ながら船を渡ってここに来て作品を見ている、この空間の特別で、それは人それぞれにあるそこで生まれてくるその何ていうか価値観みたいなものを共有するっていうようなコンセプトのもとにもあるパフォーマンスでしたね。犬島で、そうです、犬島でやらせてもらいましたね。これセノグラフィー生浩平さんなんですけれども、その下に光ってるあれは照明の灯体ではなくて月なんですよ。リアルに月が反射している。なので、その屋外でやってたんですけど、
これ確か10月とか11月の頭とかそれぐらいで、僕らパフォーマーはもうパンツ一丁なんです。外寒いんですよ、ね。そうです。そうしかもこれ水で反射しているので、周り水で張ってて、で最初パフォーマンス水の中で始まる。今は丘の上に登ってるんですけど、もうとにかくもう凍える耐えるみたいなってると思うんですけど、今現状のその全体的に見た日本もしくは海外のその芸術祭のあり方について何かそうですね、ありますか？いろいろなところでやっていくのは僕はいいなと思ってるんですが、いいアーティストじゃないとやっぱり来た人は面白くなくなる。何かをやっていくには本当にいいアーティストが関わらないと面白いものはやっぱり見えてこないんですね。でその課題はちょっとありますね。そうですね。そのいいアーティストを選ぶっていう部分をどういうふうに考えるかっていうのもね、あると思います。フラムさんはそのだから自分の芸術祭、自分がそのプロデュースする芸術祭ので招聘するアーティストに関しては、全部もうお一人で選んでらっしゃるということ一人ですね。もちろんいろんな人たちに意見聞いたり、推薦はしてもらってます。いい作家は見つけたいなと思ってやってますね。いいアーティストを選ぶことが重要である、場所選びもどういうふうに選ぶかが重要である。でそれを一人で選んでらっしゃって、そしてそれがこうやって形として成功している。でその独自性が評価されているってことは、結局フラムさんが面白いから芸術祭が面白くなってるってことになっちゃいますよね。僕は面白がってやってます。大変だけどでもね、やっぱりそういうのを小さい頃から見たり、親に連れられて行ったりしてる人っていうのは後で聞くと、あれは良かったとか、覚えてるとか、なんかその時に親との関係とか、親がその地元の人と接してる関係がやっぱりなんか自分にとって気持ちよかったっていう人はものすごい多いんですよ。だからいろんな人に対してやっぱりこう空気が抜けるっていうか、開口部になってることは確かで、それが実際上何の役にも立たないアートなんだけど、一人一人の何か体験の面白い穴っていうかね、空気みたいなところの出入りになってるっていうのがあるからやめられないんです。その芸術祭、あまたある芸術祭あると思いますが、ぜひぜひそのね、まだ行ったことないというその視聴者の方も多いと思いますので、ぜひこう一度このね時期でなかなか外に出ることも難しいかもしれないですけど、外に出てみてそういうその芸術祭を体験するっていうことの魅力にね、少しでも多くの人に気づいてもらいたいなと思いますね。そうですね。いや本当に貴重なお話をありがとうございました。本当にありがとうございました。北川フラムさんでした。